皆さん、こんにちは。2024年度、排水及び化学物質管理研修会を始めさせていただきたいと思います。私は、化学物質専門委員会で委員長を仰せつかっております、工学部の南條と申します。よろしくお願いいたします。皆様には貴重なお時間を割いて、研修会に参加してくださりありがとうございます。それでは、早速、研修会を始めさせていただきたいと思います。画面を共有させていただきます。しばらくお待ちください。はい。本研修会は、2部構成となっており、前半は、排水に関する、研修会で皆様にご参加いただきます。後半は、化学物質を取り扱う方のみ視聴していただければと思います。視聴後は、簡単な確認テストがございますので、そちらにも、ご回答ください。それでは、早速、排水に関する研修会から始めさせていただきます。はい、それでは、まずですね、我々が、生活する上で、ゴミ、あるいは排水というものは、必ず出るものです。可燃ごみや不燃ごみなどの分別は、かなり進んでおりますが、排水に関してはどうなっているのでしょうか。本研修会では、私たちの大切な自然環境を守ることを目的としております。また、そのために、下水道法、あるいは水質汚濁防止法などの、法律が、定められておりまして、これにのっとって、正しい排水、廃液の処理を学んでいただくために、この研修会が行われております。法律の改正や、基準値の変更などがございますので、本研修会は、鳥取大学排水管理規定にのっとり、少なくとも、3年に1回は受講していただくことになっております。では、本学における排水はどのような仕組みになっているのでしょうか。次のスライドをご覧ください。本学の排水は大きく分けて、生活系排水と、それから実験系排水に、分かれております。そして、それぞれ流して良いものが決められております。生活系排水は、日常の生活に伴って生じる、排水を流して良いところで、トイレや洗面台などが該当します。また、生活系排水は、直接公共下水につながっております。一方、実験系排水に関しては、実験によって生じる排水を流して良いところですが、その性質上、水質に非常に厳しい制限がつけられております。実験系排水は必ず、モニター層という水質を管理するための、ためますを通って、最終的に公共下水に流されます。したがって、公共下水に有害な、化学物質が流れ出ないよう、このモニター層で監視する必要があるのです。モニター層では、さまざまな化学物質の濃度や、水素イオン濃度である pH が、測定されており、自然環境に影響を及ぼさないよう、法律の基準値を満たしているかどうか、厳しくチェックされています。それでは、実験系排水はどのような流し台が該当するのでしょうか。次のスライドをご覧ください。ここに示したこの写真ですね。これは、ある実験室に備え付けられている白い陶器の、典型的な流し台です。この実験系流し台には、このような、ステッカー、このようなステッカーですね。流す前に必ず pH を確認してくださいっていうことが、書かれたステッカーが、貼られています。これらのステッカーが貼られている流し台は、常に実験系流し台であって、排水を管理されている、排水を随時チェックされているということを認識してください。例えば、
実験系排水の pH 基準値は5から9、ここに示しましたように5から9であることが義務付けられております。例えば乾燥地研究センターの pH 基準値はもう少し厳しくて 5.8 から 8.6 というふうになっておりますので、ご注意ください。ところで、この、pH っていうのは何だったでしょうか。高校で、科学を、取った人は、習っていると思いますが、今一度、思い起こしてください。この、右の図に示しましたように pH はですね、酸とアルカリの、指標になっております。で、pH の値が小さいほど、酸性が強く、pH の値が大きいほどアルカリ性が強いというふうに、考えていただければと思います。中性は、このあたり7ということになっております。先ほどの排出可能な pH の基準は5から9ということですので、この赤で示した範囲というのが流していい範囲ということになります。ここに含まれるものは、例えば飲み物でしたら緑茶、ウーロン茶、あるいは洗剤でしたら中性洗剤が含まれます。一方、我々が、常日頃、口にしたり、あるいは、使用したりするものの中には、酸性の強いものやアルカリ性の強いものが、あります。例えば、コーラ、あるいは食用酢というものは非常に pH が高いものでありますし、あるいはトイレ用洗剤と言われるものの中には、強酸性のものも、含まれております。一方、レンジ用洗剤などと言われる、油汚れがよく落ちる洗剤というのは、アルカリ性が強いものとなっております。したがって、これらの洗剤を使用してですね、実験器具を洗浄して、そのまま、流し台に流してしまうと、たちまちこの赤い、基準値を逸脱してしまうということになりますので、注意が必要です。もし警報が鳴った場合には、原因が究明されるまで該当するモニター層に直結する実験室は、すべて、実験停止となることに、注意を、してください。それでは、どのような化学物質について、チェックされているのかということについて、次に、示したいと思います。ここには、モニター層における検査項目の主なものを挙げました。それぞれの物質に対して下水道法により、限界値が決められております。もしこの限界値を超えてしまうと、その排水系の清掃が必要となったり、原因が究明されるまでの間、実験停止などの措置が取られる場合があります。例えば、この赤字で示したベンゼンですね。このベンゼンという化合物の限界値は 0.1mg パーリットルというふうになっております。そこで、簡単な、計算問題ですが、1g の、ベンゼンを希釈するのに、流しても良い、濃度に希釈するのに、必要な、水道水は、どのぐらいいるでしょうか。この基準値から計算すれば、簡単に、計算することができますが、答えとしましては、1万リットル必要ということになります。1万リットルというと、大体ですね、通常の、家庭の、お風呂1杯分が大体200リットルというふうに言われておりますので、お風呂50杯分の水で希釈しないと、基準を満たさないということになります。このような大量の水っていうのを流すっていうことは、現実的に不可能に近いものですので、このような、ベンゼンなどのような化学物質をその実験台の実験系流し台に流してはいけないということになります。要約すると、実験系流しに化学物質を極力流さないようにお願いいたします。
それでは、その実験台に流してはいけない化学物質は、どういうふうに処理したらよいのかというと、必ず、専用のポリタンクに、入れて、業者に、引き渡す必要がありますのでご注意ください。ここまでが、化学物質を取り扱わない方の、ための、排水に関する、研修会ということになります。化学物質を取り扱わない方は、ビデオを停止して、排水管理の確認テストへお進みください。化学物質を取り扱う方は、引き続き最後までビデオをご覧ください。それでは、後半のですね、化学物質の管理に関する研修会を、続けさせていただきます。まず、実験廃液に関して、2022年度から少し分別の仕方が変わりました。黄色で示した部分が、これまでと違うところですね。この部分です。この部分が、これまでとちょっと違うところです。実験系廃液は大きく分けて有機廃液と、無機廃液に分かれます。有機廃液はさらに3つに分類されて、写真用の、廃液、それから、難燃性の廃液、それから可燃性の廃液というふうに、大きく分けられます。それぞれ、これらのものは異なったポリタンクに貯めて、指定の日時に業者に引き渡してください。写真廃液については、2022年度から停止液、現像液、定着液を分別していただくことになっておりますので、ご協力ください。難燃性廃液は、クロロホルム、などのハロゲン系有機溶媒や大量の水を含む水溶性有機廃液が該当します。例えば、抽出分離に使用した水槽には若干の、有機物が溶けていますので、この、難燃性廃液というところに捨ててください。それに対して、可燃性廃液は、アセトンやヘキサン、アルコールなど水を含まず容易に燃焼させられる有機溶媒が、有機廃液ですね、が該当します。続いて、無機廃液は3種類に分別してください。2022年度からはシアンを含むアルカリ性廃液とシアンを含まない一般のアルカリ性廃液に分けていただくことになっておりますのでご注意ください。特に、シアンを含むアルカリ性廃液については、酸性になると、猛毒の、青酸ガスが発生する、可能性がありますので、特に、注意を、していただく必要があります。もう一つは、この重金属系酸性廃液となっておりますが、こちらには、重金属を含む、無機廃液を、捨てていただければと思います。酸を、中和する必要はありません。そのまま、酸性のまま、廃液として、出していただいて結構です。また、油類ですね。これよく質問にあるんですけれども、ポンプ油などの油類、あるいは固形物、あるいは水銀、それから病原性、微生物、核燃料物質などは、別途処理します。その、処理に関しては各部局の担当係に、ご相談いただければと思います。また、昨年度、2023年度からですね、無機廃液に関しては、このようなタグをつけて、その無機廃液に含まれる金属の種類を明示することになりました。もしその廃液タンクに含まれる金属の種類がありましたら、この周期表で示されている金属に丸印をつけて出していただければと思います。また、今年度、2024年度からは、無機廃液に関しては、そのポリタンクごと回収するということに変更になっております。廃液に出していただくポリタンクの代わりに、
新しいポリタンクを、皆様に、お配りいたしますので、また、無機廃液の場合は、そのポリタンクに、廃液を入れて、いただければと思います。そして、次に出すときも、そのポリタンクごと回収ということになりますので、ご注意いただければと思います。引き続きまして、廃液分別の、ことについて、簡単に説明させていただきます。廃液の分別に迷ったときは、このような廃液分別フローチャートというものがありますのでご活用ください。このチャートは、鳥取大学ホームページからダウンロードすることができます。また、2022年度から分別方法が変更になった箇所は、この赤枠で示したところです。先ほどの排水管理研修会でも述べましたが、化学物質を実験系流しに排出することを極力避ける必要がございます。したがって、実験で使用した化学物質の付着した実験器具類は、少なくとも3次洗浄水まで廃液として処理していただくようお願いいたします。3回洗えばいいという意味ではなくて、その化合物が付着していなくなるまでできればポリタンクの中に入れていただいて、極力その流し台に流れ出ないよう配慮していただくようお願いいたします。また、ご不明な点がございましたら、各部局の化学物質の専門委員までお問い合わせいただければと思います。2022年度からは、実験廃液の数量調査の仕方が少し変わってきております。このような表に従って、実験系の廃液を出すように数量調査が行われていると思いますので、どうぞご協力ください。上の部分はですね、特定有害産業廃棄物に指定されている化合物がございましたら、こちらに記入していただく。で、それ以外の、化学物質を含む廃液は、この下の段に、記入していただくという形になっております。これは、特定注意していただきたいところは、この特定有害産業廃棄物とそれ以外の廃液タンクを必ずしも分ける必要はないということですね。これ、引き取っていただく業者さんが分かればよいので、ここにそれぞれ記入していただければと思います。また、それぞれ廃液を回収する日程が異なっている点もございますので、その都度皆様に廃液回収に関してお知らせいたしますので、そのお知らせを注意深く確認していただければと思います。はい、引き続きまして、毒物、劇物、特定毒物の取り扱いについて、簡単に説明させていただきます。一番気をつけなければいけないことは、この薬品の取り扱いに関してですね、一番気をつけていただきたいところは、この毒物、劇物、特定毒物の取り扱いということになります。これは、毒物及び劇物取締法という、法律でもって、盗難を防いで犯罪などに悪用されないために厳格な管理体制を求められるためにこのような法律で厳しく規制されております。鳥取大学でも、劇物が勝手に持ち出され、大阪で、不法所持として検挙された事例が発生したことがあります。毒物や劇物などの管理について、次の3点をご確認ください。まず、毒物や劇物は鍵のかかる薬品庫に保管しているでしょうか。また、劇毒物の薬品庫に鍵がつけっぱなしになっていませんか。このように鍵がつけっぱなしになっているとですね、盗難の可能性がありますので、必ず使用後、鍵をかけるようにお願いいたします。また、毒物や劇物が実験室の実験台などに出しっぱなしになっていませんか。
これを今一度注意をしていただければと思います。また、薬品庫ですね、毒物や劇物、特定毒物の受け払い簿というものがございます。この受け払い簿の、写しは年1回、必ず提出していただくようお願いいたします。また、このような、鍵をつけるのと同じくこのようなですね、医薬用害劇物、あるいは医薬用害毒物などのような、掲示を、その保管庫に掲示する必要がありますので、このようにですね、必ず掲示するようにお願いいたします。また、このように、劇物、毒物の、受け払い本に関しては、この物質ごとに、作成していただければと思います。この受け払い簿は物質ごとに、作成していただいて、年1回提出する必要がありますので、どうぞご協力お願いいたします。引き続きまして、特別管理物質、がん原性物質の取り扱いと作業記録について、説明させていただきます。クロロホルムやアルデヒドなど作業記録が必要な、物質の取り扱いについて、このように、簡単に説明させていただきたいのですが、特別管理物質の、例としましては、ここに示したように、クロロホルム、シエン化炭素、14ジオキ酸、ジクロロメタン、ベンゼン、ホルムアルデヒドなど、この他にもさまざまな、化合物が、特別管理物質、がん原性物質というふうに指定されております。この、化合物を取り扱う場合にはですね、作業記録をつける義務が、ございます。また、この作業記録はですね、30年間保存されることになっております。ですので、皆様のその作業記録について、大学は30年間保存して、万が一、がんなどの、病気が、多発した場合、調べるということになっておりますので、どうぞご協力いただければと思います。例えばですね、このように、こんな工夫をするといいかもしれません。この場合、ベンゼンという試薬瓶がここにあるんですけれども、特別管理物質ですよ。で、作業記録を作成してくださいというふうに、試薬の瓶にこのようなラベルを貼っておくと、使用する人は、作業記録をつけなければならないなという認識が、生じます。で、作業記録をつけていただいて、それを、保存するということになっております。ここにですね、作業記録と、それから作業記録の集計表というのが、出ていますけれども、次のように、行っていただければと思います。まず、特別管理物質を扱う人が、それぞれ左に示した作業記録表というものをつけてください。それに基づいて、使用責任者、研究室の責任者になりますが、その研究室の責任者が、月ごとの作業記録表というのを、作成してください。この、集計表を年1回出してもらうことによって、大学がこの記録を30年間保存することになっております。提出する集計表は、その性格上、使用者ごと、それから物質ごとに作成していただく必要がありますので、ご注意ください。なお、使用者が作業のたびにつける作業記録表は提出する必要はございません。左側は提出する必要はないんだけれども、この右側の部分だけ提出するようにお願いいたします。引き続きまして、PRTR 法に基づく特定化学物質の管理についてご説明いたします。PRTR 法というのはですね、ここに示しましたように、特定化学物質の環境への排出量の把握など、および管理の改善の促進に関する法律という、非常に長い、名前の法律が、制定されております。この、英語の、頭文字ですね、PRTR というのを、
とって、我々は PRTR 法と呼んでいるのですけれども、この、法律の、意図するところというのはですね、特定化学物質の使用量を極力減らし、環境中への排出を抑えるというのを目的として定められた法律です。で、特定化学物質の年間使用量を調べることによって、その使用量を減らすというのが、この、法律の趣旨というふうになっておりますので、我々はこの特定化学物質の年間使用量を報告する必要がございます。この、特定化学物質に指定されている化学物質は、極めて、多岐にわたっておりまして、ここで、一つ一つ紹介することはできませんが、PRTR 法に基づく年間使用量の報告書の作成に、このような、すいません。このような、Excel ファイルを、準備しております。で、この Excel ファイルに、記載してある、化学物質が、すべてこの特定化学物質に、相当いたします。ですので、皆様にやっていただきたいことは、研究室で所有している化学物質について、まずこの表に、載っているかどうかチェックしていただきたいと思います。で、その該当物質かどうかというのは、CAS 番号で検索できますので、その CAS 番号を利用して、この表に、掲載されている化学物質かどうか、確認していただければと思います。この、表なんですけれども、ちょっと注意点がございまして、ここに、記載する場合には、必ずグラム単位で報告する義務がございます。もし、体積ですね、ミリリットルで、表記されているものに関しては、その密度をかけて、グラムに直してこの表に、入れていただくというちょっと面倒くさいんですけれども、ぜひ、ご協力をお願いできればというふうに思います。引き続きまして、化学物質のリスクアセスメントについて、説明させていただきます。化学物質のリスクアセスメントは、その危険性や有害性を特定し、その危険性または健康リスクを低減させることを目的としております。2024年度からは、厚生労働省が推奨するこのクリエイトシンプルという、リスクアセスメントの、これ Excel なんですが、この、プログラムを使って、リスクアセスメントを見積もっていただければというふうに思います。この、クリエイトシンプルというのは、厚生労働省のホームページから、ダウンロードできます。また、検索にこのクリエイトシンプルっていうのを入れていただいて、検索していただくと、簡単にですね、このクリエイトシンプルという Excel の、ファイルをダウンロードすることができますので、ご利用いただければと思います。ただ、このツール、マクロ付き Excel ファイルでありまして、私の知るところですと、マッキントッシュではなかなかそのままではうまく作動しないということが、分かっております。ですので、Windows だったら問題ないんですけれども、そのクリエイトシンプルを使ってリスクの低減を見積もっていただくということが必要になります。また、このリスクアセスメントを行った集計表を年1回提出していただく、年1回提出していただくというのはこれまで同様ですので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、簡単ですけれども、この、クリエイトシンプルの簡単な使い方について、説明させていただきます。まず、クリエイトシンプルをダウンロードしてきまして、そのファイルを開けますと、ここに示しているような、クリエイトシンプルバージョン 3.0 という、ものが、出てきます。この、実施場所と対象、リスクアセスメントの対象をここにチェックしていただければと思います。
引き続きまして、その対象となる化学物質の CAS 番号をここに入れて、この検索ボタンですね、これを押していただきますと、自動的に、いくつかその化合物の、諸物性ですね、そういうものが、入力されます。次に、このステップ3っていうのがありますが、これいろんな、作業内容に関する質問に答えていただく欄がありますので、これに答えていってください。ここでは、画面の都合上、2つの質問しかありませんが、これが、もっといっぱいの質問があります。ただ、このクリエイトシンプルというものは、大学を想定して作られたものではなくて、いわゆる会社の工場などを想定して作られたものになっております。ですので、大学の研究室では必ずしも当てはまらないこの質問事項もあります。その場合は、その当てはまらないというところをチェックしていただければと思います。で、このような質問に答えていただきますと、最後にリスクレベルというものが表示されます。で、リスクレベルは1が小さく、そのリスクが小さく、4が一番大きいということになります。ですので、そのリスクレベルがなるべく小さい値になるように、いろんな実験環境などを整えていただく、あるいは注意していただくということが必要になってきております。それがリスクアセスメントということになります。また、この最後にですね、この実施レポートに出力というところを押していただきまして、そうすると集計表が自動的に作成されますので、来年度はこの今年度実施したこのリスクアセスメントについて、この集計結果ですね、これを年1回提出していただくようにお願い申し上げます。以上が今年度の化学物質研修会の内容です。この動画をご視聴後、簡単な確認テストを行って、本研修会を完了してください。はい、長い間、ご視聴ありがとうございました。また、化学物質に関しまして、ご不明な点などございましたら、各部局の化学物質専門委員の方までお問い合わせいただければと思います。また、私の方に直接メールなどで問い合わせていただいてもお答えできる範囲で、お答えできますので、お気軽にご相談ください。それでは長い間、お疲れ様でした。これで研修会を終了させていただきたいと思います。